にちは。原宿神宮前古着屋エルカの山崎と申します。よろしくお願いします。お願いします。こっちが約11年目ぐらいで、1号店のはもう16年目になってますね。第一次古着ブームじゃないですけど、ちょうど僕が多分中学生ぐらいの時、やっぱり古着がすごいもっと盛り上がってて、埼玉県の田舎の方だったんで、こうやっぱ都会に憧れるというか、なんか原宿っていう街が当時やっぱ古着屋といえばっていう感じだったんですけど、でそれで雑誌とか見てたまたまうちのお店が載ってた時に、でここかっこいいなと思って、でお店に足を運ぶようになってっていうのがきっかけですかね。その時からやっぱ、今ちょっと店内少し個性が強いと思うんですけど、その感じが当時からあったっていうのが自分の中では多分強く残ってますかね。なんかファッションの入り口で一番面白いなって思ったお店というか、はい。店内入っていただいて、入り口にこんな感じで、僕らがちょっと作ったディスプレイをなんか日替わりじゃないですけど何体か置かせていただいてますね。で入り口入っていただいて、店内なんですけど、アメリカ古着っていうよりはヨーロッパにありそうなちょっと派手な古着屋っていう感じで空間はやってますね。モードな感じで一応コンセプトとしてはお店はやってるので、くくりとしてテーラードジャケット、うちはすごいお客様がテーラードのジャケットをお好きなので、なんかこういう刺繍が入ってるようなものなんですけど、こういうものからなんかテーラードで、そうですね、凝ってるものが多いですかね。切り返しになってたりとか、袖とラペルの部分がメッシュというか網で切り替えになってますかね。ボディはコットンでサラッとしてるんですけど、なんかレディース合わせのものなんですけど、アメリカ規格ですごい大きくて男性が着られるっていうものを一応用意してますね。ちょっとこういうさっきの続きじゃないですか、ライダースなんですけど、素材がリネンでちょっとこういうメッシュとかレースの今のトレンドっぽいものがちょっと切り替えで部分的に入ってるものだったりとか、あとこの辺とか個人的には好きなキングサイズっていう本当にアメリカのパイオニアのビッグサイズのブランドなので、本当に大きい人が着る用の洋服なんですけど、それの3XL のキューバシャツ、キューバシャツってそもそも観光総裁とかで着るような向こうの暑い人用のシャツなんで、こんなでかいのないと思うんですけどそれがちょっとこうかなりでかくあってっていう、この辺も 4XL なんですけど、ちょっとセパレートになってて、04でちょっとこう夏でもシャツっていうよりは羽織として結構好きな人が多いかなって思いますね。めちゃくちゃ大きいですね。はい。落ち感あるんで、でも着るとそんなこともなく、パンツとかもあるんですけど、パンツもめちゃくちゃウエストでかいんですけども、片足に1人入れるような感じなんですけど、ここにドローコードあるので、これを絞っていただいてこう履くと結構面白い形になって、これもレングスがそこまで長くないんで、履くと意外と誰でも履けるっていう形だったりしますね。でここ今ざっと T シャツ、年代は全然古くないんで2000年入ってるものなんですけど、なんかうちはキャラクター T シャツとか、ちょっと最近聞くようになったアニメ T シャツとか、チェーンソーマンですかね、もうジャンプですね。はい、鬼滅とかもあります。鬼滅がこんな感じで人気ですね。なんか海外の企画なので、なんかこっちで着る分にはいいのかなって思います。フォントもやっぱりちょっと日本のプリント T シャツより大きい感じがしますし、絵面が被らない感じはいいのかなって思いますね。これきっかけで逆にちょっと読み出すじゃないですけど、バンド T みたいな、なんか逆に T シャツきっかけでなんかアニメ好きになってもいいかなっていうありますね。
でこっち行っていただくとちょっとこれも季節が若干秋冬とかのイメージもあるんですけど、ゴブランジャケットって織ですね、ラグとかに使われたりとかもすると思うんですけど、今出してるものは全部軽いものが多いですね。さっと羽織るぐらいでしたら全然この時期でも着られるかなと思うんですけど、この辺も意外と場所探すとあんまり向こうでもなくて、柄とかサイズ、あと形ですかね。なんかこのボタン付きで解禁でとか形で選んで買ってくるとやっぱり外国人の方とかにも人気だったりするんで、なんか決して日本人だけでなくてっていう印象はありますね。日本がやっぱり古着大国じゃないですけど、アジアで古着が一番集まってるみたいな言われはしてると思うんで、こう多分旅行ついでに来てお洋服も見れたり買えたりするっていうのは多いのかなってイメージはありますね。上にかけてるものは極力ちょっと派手で映えそうなものを上にかけてますね。あとはこのアイテムはどう使ったらこういう感じで着たらいいのかっていうのが分かるような感じ。例えばですけどベストとかって普通に着るだけならなんか T シャツの上とかなんかカットソーの上とかでいいと思うんですけど、なんかこれとかだったらなんか3枚重ねててもなんかこういうちょっとジャケットっぽいものの上にも合わせられるっていうイメージだったりとかで合わせてたりとか、なんかレイヤードが僕らは好きなので、こういう風に重ねたらかっこよく着れるとか、そういうのを意識してやってたりしますかね。僕が好きなアイテムだとこの今ちょっと固まっているベロア素材のベロアなんですけど、ちょっと素材がシルクとかレーヨン使ってて春夏向けですねのベロアシャツとかが、今ってトレンドがレディースの感じをメンズが着てっていうフェミニンというか、シアー感ってちょっと透け感ですかね、こう肌見せみたいのがこの近年トレンドになってきてると思うんですけど、ベロアってあんまり春夏のイメージがないのに着れるベロア素材ってなんかいいかなと思って、ここはすごい好きですね。着るとめちゃくちゃ透けるって感じでもないんですけど、こんな感じです。色がついてても結構くすんで見えるんで、素材特有のといいますかラグジュアリーとか上品に着れるシャツかなと個人的には思います。スタッフみんな好きみたいな感じなんですか？好きですかね。多分素材自体もそうですし、ブランドから好きというか、洋服って結構古着モチーフにしてブランドを作ってたりとかって、今は普通だと思うんですけど、根本的なところから素材とかサイズがないとか今作れないなとかっていうのは結構時代的にすごい出ちゃってるかなと思うので、かっこよくメンズで着れるものがないよねっていうのが、僕らはなんかそれを見つけてというかサイズ感で着れるものを見つけてきてっていうのがやってて面白いですかね。